文久2年春、上海に行くはずの幕府の貿易調査船千載丸はこの長崎にもう2ヶ月以上も釘付けになっていた。ペリーの黒船が来航してからすでに10年の月日が経っていたが、それまで200年にわたって鎖国を続けてきた幕府は諸事万端にわたって動きが呆れるほど鈍く、なかなか出港準備が整わなかったのである。おお、やっぱりここにいたか。ダメだダメだ、上海行きはまた一月お預けだ。何でも外国奉行の藩が一つ足らねえとかで、これから江戸まで取りに行くんだそうだ。まったくケチな藩一つで拉致もねえ話だ。おお、どこ行くんだよ。こねえな狭い町じゃ行くとこは一つしかねえじゃろうが。待ってました、そう来なくちゃ。早く行こう行こう。高杉晋作、コナンド役150石。高杉小中太の子として生まれる。上司の子でありながら藩校明倫館の教育に飽き足らず、吉田松陰の松下村塾に学んだ男である。三千世界のカラスを殺し主と朝寝がしてみたい。まずい、どこで嗅ぎつけたか、これが飲ませろと言ってきた。いつものことじゃ、飲みたきゃ飲ましちゃれ。それが役人ってのはしょうがねえ、だんだんずうずうしくなりやがって。なんと今日は一人じゃないんだ。おいみんな、遠慮いらねえから上がって上がったり。千載丸に乗るのはほとんどが幕府の役人で、高杉晋作などの各藩の藩主はわずか数人であった。これらの者は海外渡航が許されないので、表向きは幕府役人の家来ということになっていたのである。文久2年のこの時期は皇女和宮が将軍家に降下した頃で、薩摩藩や土佐藩が推進した公武合体が最もその実を挙げた時であった。公武合体とは天皇家の権威のもとに幕府の力を強化しようとするやり方であるが、ここ長州藩に公武合体を絶対に認めない男たちがいた。長州が生んだ偉在吉田松陰は安政の大獄に連座してすでに2年前に処刑されているが、その男たちとは松陰が開いた松下村塾で学んだ若者たちである。行け若者たち、外へ出よ。そして行動せよ。時代の変革は情熱と狂気によってのみ成し遂げられるのだ。さあ行け、己の信ずるところに従い行け行け行け。
井上様、高杉は長崎ですけど。あ、そうじゃった。バカじゃの俺は。失礼。長井先生、長井先生はおられませんか。長井先生、どうしても面会を拒絶なさるんであったら私にも覚悟がある。木島さん。おお、モンタじゃねえか。こねえなとこで何しちょる。今度の御前会議で今後我が長州藩の進む道は長井殿の主張する線で行くと決定したっちゅうは本当ですか。それがどねしたんか。まさか木島先生は賛成しちゃったんじゃねえでしょうね。しちゃ悪いか。世界各国が続々と我が国に門戸開放を迫っちょる昨今、幕府は朝廷の意志を尊重しながら公武心を一つにして広く外へ航海を開くべきじゃっちゅう長井の論はまさに上策じゃ。冗談じゃありません。長井は重大な過ちを犯しております。今目の前の対馬ではロシアの軍艦が居座り、船番所から武器を奪い取り、その上民家から牛7頭を略奪しました。これが現実なんです。こんな侮辱を被りながら相手の罪を正すこともせんと、ただいたずらに後悔と騒いじゃって、これで正当な国交が開けると思っちゃうんですか。今なすべきことは上位です。我が国を伺う外国を知らない。わかったわかった。おめえの言う通りかもしれん。かもしれんとはどういうことですか。じゃからじゃ、こねな大事なことはよう考えてじゃ。またそれじゃ。僕らにはそねえな悠長な時間は残っておりません。もういい。そねえな石頭でいくら考えても同じだ。用はありません。時計でも言ってください。おう、望むところじゃ。わしもおめえみたいな感触玉に用はない。おう、ここで長い待っとれ。来年には会えるわ。あ？来年とはどういうことですか。来年とは来年じゃ。おめえがここでバカ面さらしとる間に長井はとっくに御前を退出して江戸へ向こうたわの。今年は帰らんぞ。いつまででもここで待っちょれ。やっ。長井先生、お待ちください。申し上げたいことがあります。私の主張はもはや藩の意見である。一介の書生が口箸を挟む余地はない。そんなに書生論が怖いのですか。ああ、怖い。外国船を打ち払うべしというお前たちの上位論は感情論で、論議の対象にはならん。しかしこのまま開国しては貿易条約その他全て相手の言いなりになって商売初めから見えちゃる。座して屈服するよりその前にせめて人たち浴びせて彼らをして日本人を威風尊敬させてからじゃのうては開国すべきじゃありません。それが諸生論だ。道場での稽古ならば人たちで済むが、国と国との戦いでは人たち浴びれば国は滅びる。このまま開国しても日本は滅びます。ならばわしはむしろ緩やかに滅びる方を選ぶ。何の誇りを持たず植民地になってもですか。僕はその道は取らん。たとえ滅びるにしても壮大な炎となって燃え尽きる道を選びます。それは狂気だ。現実的ではない。現実論では何も変わりません。時代を変革するのは狂気です。バカな。長井を刺せば恩師の首を飛ぶぞ。バカ者が死して不朽の見込みがあればいつでも死すべし。じゃが生きて大業の見込みがあればいつでも行くべし。
松陰先生の教えを忘れたんかもしは。しかし長井は俺が殺す。ただし刀じゃ殺さぬ。奴は自分の論を引き下げてこれから京に向かい朝廷を説得するつもりじゃ。じゃが公家の中には反発も多い。わしは影より三条家をはじめ若手の公家を工作して奴の目論見を潰すつもりじゃ。そうなりゃ奴は死んだも同然。わかるか源瑞。刀じゃのうて外交によっても人は殺せるんじゃ。もしできんかったらその時こそわしは刀で奴を殺す。桂さん、私もやります。私は未熟じゃった。騒ぎがあったって言うて聞いたが、草かお前だったのか。未熟だと嘆くことはないぞ。お前と同じことをしようとしたバカがもう一人おったが、お前ほど聞き分けがようないんでな。往生したが上海という餌をやったら喜んで飛んでいきよった。あれほど言うたのにまた飲んじゃるんですか。お願いですから少し控えてください。先生は我らの希望の星なんですからとこう続くんじゃろうが、もう騙されんぞ。ああ、虎次郎っちゅうのは困った弟子ばかり残しおったもんだ。俺はもう疲れた。飲まずにいられるか。どけおいでですか。うるさいぞ。なんじゃ俊介。長崎から高杉さんから手紙が来ました。船がやっと長崎を出た。長崎でポルトガルの領事に聞いたそうじゃが、フランス中区には陸地が多いけ陸軍が強いそうじゃ。でエゲレスは我が国と同じように四面海じゃから海軍が強いそうじゃ。それからどねんした？いや、あとは別に大したことは。嘘つけ。なんか具合の悪いことでも書いてあるんじゃ。いや、そんなあなたへの伝言です。やめしてみろ。いや、見せられません。ですから言いましょう。言いますけど怒らんでください。どうせええことが書いておらんのは分かってるんじゃ。もったいぶらんで早い言え。ですから3ヶ月乗船を待たされたんで、新作はちとばかし金を使いすぎたそうです。でそのあちこちに借金が残っちょるから祖父先生に頼んで支払うてくださるように頼んでくれと。新作めいくらだ？ですから少々高く。いくらだ？小さい。小さい。小さいですから小さい軍艦が一隻買えるくらい。小さいな。小さいな。長州藩の家老職である主父正之助は松下村塾系の若者たちに理解を示し、これまでも影になり日向になって彼らを庇護してきた人物であった。高杉晋作を乗せた千載丸がやっと長崎から離れたのは文久2年4月29日である。上海までは7日間の航海だったが、当時の技術で東シナ海の荒波を越えるのは決して楽ではなかった。おわんらそれでも侍でごわんか。
大丈夫でござか？警戒しなせ。大丈夫でござすか？大丈夫じゃ。清国がアヘン戦争で敗れた代償として上海を開港してから17年が経っていた。その間にイギリス、フランス、アメリカの各国は疎開を作り、上海は清国の中にあってさながら異国の冠を呈していた。新作の一行が上海に到着したのは5月6日である。面白いことが始まるぞ。どねしたんじゃ。いや、ちょっと来てみろ。おお。あの連中金がねえんだ。何の金じゃ。通行料だ。通行。そねえなバカな。ここは清国でしょ。清の政府に収めるならまだしも、どねえして外国人に収めにはならんのです。そういう決まりになってるんだろう。よそごとのように言うが、どねえしてそんな決まりができたんか、それを調べるのがあんたの仕事でしょう。ああ、もうざまんねえな、まったく。I've been in Nagasaki before. I was able to observe their fortifications. We would have no trouble in destroying these entirely with our ships. Just a moment. なんと言っとるんだ。いいから言ってみろ。ああ、長崎へ行ったことがあるが、あの程度の防備なら我々の軍艦が沖合4000メートルからこのアームストロングで砲撃すれば1時間で全てを破壊できると言ってます。何？そんなのは机上の空論だ。決死隊を送り込んで接近戦を挑めばそっちこそ30分で全滅すると言ってやれ言ってやれ。おい、驚いたぜ。どねえしたんじゃ。俺たちが着いた翌日にもうこの大砲のことを聞きに来た日本人がいたそうだ。誰じゃ。いや、刀は刺してなかったというから侍じゃないな。となると船頭か水夫だ。水夫？しっかりしやんせ。ああ。他に欲しいものあるか？ある。なんだ？船じゃ。どんな船か？あれいくらじゃ。あ、いや、軍艦買うか。ちょっと待って。37,000トルだよ。両舷の前後に2門ずつ、全部で8門。アームストロング砲を積んだらいくらじゃ。日本人アームストロング砲とても好きね。あなたと同じことを聞きに来た日本人いたよ。失礼。僕は長州藩の高杉晋作です。実は少しお話を伺おうと探していたんですが、何かご不幸がおありになったご様子。またにしましょう。いや、構いません。おいの方こそ
見苦しかところば見せて失礼しました。おいは薩摩藩士五代才助でごわす。初めて異国の地に立って僕はいろいろと感じるところがあったが、察するところご貴殿は僕より一歩前を進んでおられる様子。せいで教えていただきに上がった。教えることなど何もごわはん。じゃあ僕から言う。僕はこの上海でさまざまなものを見たが、本当に見たのはたった一つしかねえ。それは我が国の明日の姿じゃ。己の領土なのに外国人に通行料を取られ、銃でこつかれ、犬みてえに蹴られる姿じゃ。そうねえならんためにも今やらにゃいけんのは攘夷です。賞賛はごわすか？ない、全くありません。10門のアームストロング砲が沖合に並べば、鹿児島も萩もたちまち火の海になりましょう。じゃがそれは200年もの鎖国で世界から遅れを取った我々が列国の仲間入りするためにはどねんしても通らにゃならん道じゃ。いずれは開港するっちゅうても、その前に攘夷じゃ。攘夷を断行してアームストロング砲で焼かれる炎の中で、日本人は初めてしっかりと背骨が鍛えられるけ。五代さん、あんたなら分かってくれるはずや。攘夷をやりましょう。薩摩で同志を作ってください。一人でも二人でも多く。できもはん。薩摩ではできもはん。できぬ？薩摩ではもう攘夷はできもはん。国元から頼りがありました。今日の伏見寺田屋で清中組の同志が死にました。世に言う寺田屋事件は幕末に起きた事件の中で最も凄惨な出来事である。朝廷から攘夷の消極を得ようと脱藩した薩摩の過激攘夷派有馬新七らが島津久光の怒りに触れ、同じ薩摩藩士8名が規範を命じに伏見の旅籠寺田屋に赴いたのであるが、撃つも撃たれるも同じ薩摩の清中組の同志である。訓命に逆らえぬ家臣の掟がこの悲劇を生んだ。ないごてこぎゃ国家。みんなおいの仲間。一つ釜の飯は分かっちゃったもんでごわす。五代才助、後に友厚と改名。維新後は実業界に入り、大阪商法会議所を創設。大阪発展の恩人と言われた男である。おお、
おい新作日本だ。高杉晋作が帰国したのは文久2年の秋であるが、わずか半年の間に日本の政情は大きく変わっていた。先に開国論を引っ提げて颯爽と政界に途上した永井詩は、三条実富ら若手公家の反発を受けて失脚、失意のうちに長州に帰って切腹した。桂小五郎たちの政治工作の勝利であるが、かくて朝廷は上位一色になり、直ちに将軍家茂の上洛を促す勅使が江戸に向けられたが、一方の幕府では上洛すれば上位実行の消直を受けねばならず、その対応に苦慮していた。不承知でござる。一橋殿、おのおの方にはあの勅使の背後にある影がお見えにならんのか。影、彼らを操っているのは長州薩摩土佐など上位を唱える三派。彼らは実ではない、いわば幻、虚像でござる。誘いによってうかうかと上洛すれば勅命の名のもとに上位を誓わされるは必定でございますぞ。それじゃ、そうなっては一大事じゃ。世界の列国とは和して親しみ、志向して後に国を開く。和親開国、進むべき道は決まっている。あの強力な黒船を敵に回して上位などできるはずがない。まことにさようお考えか。何を今さら。ならば上洛すべきである。何を言われる。上洛すればみすみす薩長殿の思惑にはまるばかりと、たった今その口で言われたばかりではないか。覚悟の問題でござる。まこと和親開国で行くならば、上洛して帝の御前で決意をひれきし、青公家どもを説得すればよろしい。だがもし上位をせよとの消直が下ったならば、その場でご辞退申し上げる。まさか消直を辞退など。できるできないは全てこれ覚悟の問題でござろう。長州では長井歌亡き後、桂小五郎、草加源瑞などいずれも必死の覚悟を持った面々がことに当たっている。こちらも消直を跳ね返すほどの覚悟がなくて何ができよう。ではごゆっくりお考えなされ。一言だけご忠告申し上げるが、お手前方の考えておられるより世の中の動きは早うござるぞ。刀じゃのうて外交で人を殺せるっちゅう桂さんは言うちょったが、その通りじゃ。俺たちは勝った。しかし一体本質的に何が変わったっちゅうんだよ。演説はやめ。お前の悪い癖じゃ。ならば飲むのはやめ。おめえの悪い癖じゃ。うるせえのごちゃごちゃと。要するに今ご将棋で言う手詰まりっていうやつじゃ。これになったら一石を投ずるほかねえの。おい俊介、お前どこぞの国の公使が何とか言いよったの。あ、この13日はサンデーっちゅうて奴らの休息日で横浜の居留地から出て金沢八景遠乗りに行くそうです。そのための馬を3頭通夜が手配しちゃって。よし、それを切ろう。ただの水夫と仕事で公使なら問題も大きくなる。ちいと待った。困る。それ早すぎる。早うて悪いことはねえ。それがあるんじゃ。今金がねえ。どうせ死ぬんじゃ。金なんかいらんじゃろ。死ぬからこそいるんじゃ。俺らはこの石長をはじめあちこち借金がある。遊郭に借金を残して死んでは一生の恥じゃ。そうは思わんか。いくらじゃ。ここだけでざっと60両じゃから、全部で100両ぐらいじゃ。 100？ どこでそねに使ったんじゃ。なんじゃ。おい、なんじゃ。どうして俺の顔見るんじゃ。使うたのは俺だけじゃねえ。ここにおるもんはみんな同然のはずじゃ。じゃあ誰か金作ってこいや。僕はダメ諸君と違って僕は足が飲んでね、そねな大金とても作れません。こねえなったら剣で決めるしかねえな。負けたやつが100両作ってこい。だから僕はジタバタするな俊介。いいぞ。よいのやい。どーんあ
願いします。これゆっくり飲みながらお帰りをお待ちしております。どうもどうもどうも。勝田さんはおるか。おられます。モンタじゃ減るぞ。来客か。いや構わん。こちらは存じ上げておる。めっきり寒くなってまいりましたが、先生もご健勝で何より。冬になれば寒くなり、健康ならば健勝なのは当たり前です。なんか用か。バカに急いじょるようじゃが。いや別に急がん。いずれごく。論理の通らん人じゃ。わしもここで。この男村田蔵六は後年日本陸軍の基礎を作った大村益次郎である。蘭学者で医者、幕府に招かれて工部所の兵学教授になったが、桂と知り合って意気投合するや惜しげもなく教授の地位を捨て故郷の長州に帰ってきたのである。モンタ来てくれはよ。なんじゃいいか早く早く。モンタの坂で。あとじゃあとじゃ。下がっちょれ。やめえ。訳を聞かせ。この男はこの度のことを愚教愚か者の試みだと抜かしおった。何まことか。言うたかおじゃ。言うた。何でも言っちゃる。これは愚行じゃ。一人や二人の偉人を切って何が上位じゃ。いずれは幕府の追及を受け、ついには縄目の恥をさらす。これは愚行じゃ。じゃあ聞こう。上位をするには我々は今何をすりゃいいんじゃ。広く同志を集め、正々堂々と異国に戦いを宣言すること。バカな。それは青くせえ諸生論じゃ。源随、貴様は容姿を読む。志も高え。じゃがな、非常の自玉である今を達観する目が全くない。本心あるのか。ある。じゃあ聞こう。よーし。悲しいかな我が藩は。少し前まで長井に踊らされて開国を主張したのが一生の不覚。今いくら上位に身を捧げてもあれは口先すぐに変わるぞ。長州ほど当てにならんもんはないっちゅうんが世論じゃ。こねな時に理屈は無用。一刻も早く事を起こして天下の耳目を長州藩に集め、失った信頼を取り戻すのが先決なんじゃ。それをたかが外人の一人や二人を殺してどうじゃろしょう。宗居に水をかけるような奴は友じゃねえ、敵じゃ。俺が叩き切っちゃう。面白い。小草が源随、死ぬ覚悟はいつでもできちょる。切るちゅうなら切れ。落ち着いてくださいね。とにかく二人とも酔いをさらして。やめえ俊介。やりてえやつにはやらしとけ。面白ねえ。面白ねえぞ。新作源随、よく聞け。おしら、俺がどんな思いをしてこの金を作ってきたか少しは考えたんか。人の苦労も知らんで酒を食らい喧嘩騒ぎなど。くっそー、面白ねえ。何見てんか。見せ物じゃないぞ。面白ねえ。作ったっちゅうてたった10両か。それしかできなかったんじゃ。だがこの計画は実行されなかった。計画が土佐藩に漏れ、高杉らの使える毛利貞弘に通報されたのである。驚愕した貞弘は決行の前日、大森の梅屋敷まで出向いて新桜を摂諭し自重を促した。この時代家臣の君主への忠誠愛着の念は現代では想像できぬものがあり、一同は感類に無線で従ったが、その中で新作だけは公然と己の初心を披歴したという。この後
心配した陽道の命で駆けつけた土佐藩士4人を交えて酒になり解散になったのだが、お新作も売るんか。モンタも俊介もなんと玄瑞までも。いやー、かぼちゃ頭がよう並んだもんじゃのう。頭をなでられつるつる、揃いも揃うてきれいに丸められたか。危のうございます。お降りくださいませ。そこの方々に物申す。ご貴殿殿のご主人誘導公はお上手なお方でござるな。尊皇攘夷を唱えながらも腹の底ではおちゃらかしなさってござる。我らが主君に対しその同言許せ。おにしまってわずらさんされ。この酒もは拙者はこの場で切り捨てお詫びいたす。新作。なぜだ、なぜ攘夷をやらせた。やり場のない新作の心はそのまま主婦の心でもあった。その5日後、貞弘が帰国するのを待ちかねたように、高杉晋作は同志と語らって品川御殿山に建築中のイギリス公使館に焼き討ちをかけた。時を伏せろ。シートなかったら何も見るな。お前残っとれ。動くなよ。動くなよ。質問はやると。陛下、100数え。陛下。早くせ、早く。あ、やっぱりそうじゃ。たかの下手くそな。
これだ。汚ねえ下駄だな。これだけか。それともう一つ、それの横にこれが。ああ、モン様がいる。なんじゃこら。くそ、ふざけやがって。しまった。手紙を落としてきた。よし、もう一押ししちゃろう。とんでもねえ。ここは公方様のお通りになる橋。渡ったら首が飛びなさ。どこでもいい。お、待てい。待て待てい。何をするか。控えろ。これは伝馬町の極屋の中で不当にも首をはねられた純国の志吉田虎次郎松陰先生の亡きあれである。小塚っ腹形状の地の底で3年もの間悲運のうちにうずもれちょったが、この度ありがたくも天子様のお言葉によりその罪がないものになったゆえ年頃に埋葬するものである。罪が許されたのは聞いておる。されば埋葬を咎め立てません。ただこの橋は将軍家がお通りになるもの。当たってはならん。黙れ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 。純国の志に下した徳川幕府の裁定が天子様によって覆されたのじゃ。となれば天子様は将軍の上におわすは明白。その天子様が厚く弔いと仰せられた御霊の通行を将軍ごときが妨げられると思っているのか。これに加えて再三再四上洛をお命じになる天子様に従わぬ将軍家は不忠の極み、これに過ぎるものはない。ここに長州浪人高杉晋作純国の父の御霊と共に幕府に反省を促しこの地をまかり通る。どけ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 。待て待て待たぬか。朝廷に対して上位は必ず実行いたしますと幕府に約束させるのが桂たちの計画だったが、将軍を京都に連れ出すというその第一段階がやっと成功したのである。かくて部隊は京都に移った。しかし将軍後見役一橋慶喜の外交手腕は桂たちの予想をはるかに超えるものがあった。すなわち上位祈願のために石清水八幡宮に行幸する天皇の友をあれこれ口実を作って逃げる一方、10日間と決めてあった将軍京都滞在の時間切れを狙ったのである。これだ。刀をください。なんだ。よく切れです。僕はいいのを持ってないんです。どっちをやるんじゃ。一橋か。いいえ、もっと大きい方です。今江戸城に逃げ込まれたら二度と手が出せんようになります。どこでやる。御所の中で。明朝
家持は帝に拝謁しますが、その時帝の鴨神社行幸にともせよっちゅう消息が下ることになっちゃいます。鴨？岩清水ではないのか？岩清水に行けば帝は上位祈願をなさいます。そうなりゃ将軍も一緒に神霊に並んで上位を神に誓うことになります。一橋慶喜はこれを恐れて将軍を出しませんが、鴨神社ならば京都の民衆の神社です。無論上位祈願もやりません。じゃからいやいやでも出てくるでしょう。上位祈願ができんなら鴨へ連れてっても何にもならんじゃろう。連れて行く狙いは何だ？二つあります。一つは天皇は将軍の上にいるっちゅうことを天下にはっきり見せるため、もう一つは家持を江戸に帰らせるため。京都にいさえすりゃ二の矢三の矢とまだ打つ手はあります。なるほど。桂も考えそうなこった。それでもし明日鴨神社のお供すら誇示するっちゅうなら、その時こそ。そっちの方は誰の考えじゃ？久坂か？そうか。もうそんな突拍子もないことを思いつくやつは他にゃおら。おい、これをやる。持ってけ。これは？どうした？ああ、御紋がついていたか。そういえばこれは園から拝領した刀じゃ。こんなものがついていちゃまずいのう。よし、持ってけ。切れるぞ。鬼は先に同志の者を集めてございます。明朝御下のあり次第、いつでも。おい。侍従の中山忠光卿じゃ。これから我々を御所内に入れてくださるそうじゃ。この屋敷の裏を出たらもうすぐそこが御所の庭じゃ。子供の頃丸は泥だらけになって忍び込んでよう叱られたもんや。家持は帝にいつ拝謁するんじゃ？明日の朝じゃ。それまで隠れてるわけか。そういうことじゃ。参ったのう。今のうちにたっぷり正面だけはしとけよ。これもお国のためじゃ。どうしたんじゃ。答えはとっくに出てるはずじゃ。
桂さん。幕府側が折れた。鴨行幸のお供を将軍が承諾したのである。そしてその当日、よっ、征夷大将軍。恐れ多いこと。よっ、征夷大将軍。征夷大将軍。間抜けた声張り上げて何が面白いんじゃ。バカ。高杉さんはすっかり有名になりましたの。面白うね。なんとの面白うね。もしはどうじゃ俊介。どっちを向いてもこう睨み合いばっかりじゃ少々うんざりですの。こういう時は思い切って状況を変えるんが一番じゃ。なんかええやんはないか。ないこともありませんが。あるんか。まあね。もったいぶらんだ、はよ言え。何？ロンドン？イギリスのロンドンか。大きな声出さんで。もうすでに出発した男がおるんです。君よ。あんたはあてのこと何やと思って追いやすのどす。何の話じゃいきなり。あても勤王芸者の君をと言われた女子どす。この顔によう戻ろぬっと遅れやしたな。まあまあややこしい話は後にしてとりあえず一杯。どこまでも白を切るつもりならその目でしっかりお見やす。気を待ち合わせもせ。俊介。お座りやす。はい。こんばんは。おおきにお待ちかねどっせ。おい。来たぞ来たぞ。待て。その方幾松だな。ええ。先ほどから待っておった。中へ入って酌をせ。堪忍しておくれやす。向こうでお客様をお待ちどすさかいに。よし。では我らがもらい受けてやる。それはいい。どこだ部屋は。起きろ。話がある。聞くな。幾松を借りるぞ。
そいつは困る。生松とはこれから話があるんじゃ。待っててやる。早く済ませろ。大事な話じゃ。少し長えぞ。いつまでだ。そうじゃな。4、5日はかかるな。貴様、愚弄する気か。おい、出てこおやめやす。そのお方は江戸の連兵館道場で塾頭なさってたお方どすえ。いい加減なことを抜かすな。女は引っ込んでろ。そうか。じゃあ仕方がねえな。よし。後々のこともある。念のために貴公らのご尊命を聞いておこう。どこまでも無礼な。人に尋ねるなら貴様から名乗れ。長州、桂小室。では参るぞ。お待ちを。しばらく。知らぬこととは申せ。申し訳ない。いや、何とぞ。お許しを。お許し。ごめんなさい。ごめんなさい。怪我はないか。ええ。新作のおかげで世の中すっかり忙しゅうなったの。ここじゃ落ち着かん。どうじゃ、菓子を変えるか。ええ。おい。ずっと起きちょってくれたんか。へえ。そいつは面倒かけたの。どうぞ。ああ、うまい。見慣れん顔じゃの。昨日から働きに出ました。そうか。それで意地悪されて一人貧乏くじ引いたんか。いいえ、そねえなことはありません。お前京都じゃないの。はい、どこじゃ。赤間ヶ関です。下関か。下関のどこじゃ。筋ヶ浜ちゅうところです。確か彦島の根元じゃの。知っちゃってんですか。殿のお供をして解剖の視察であの浜を回ったことがある。いやー、来ちゃったことあるん。なんもねえとこでしょう。赤磯やら白磯やらごっぽ花が咲いちゃったの。なんも礼はできんが。ああ、目つぶれや。ええから言うとおりにしろ。長崎で求めたもんじゃが気に入ったら使えや。この忙しいのに呼び出しよって何の用じゃ。近頃山尾洋蔵の姿が見えないようでございますが。ああ、横浜へ英語の勉強に行っとる。当分は帰らん。このことは藩の秘密だ。人には言うなよ。
野村弥吉もおりませんか。二人一緒じゃ。さようでございましたか。これからの世界はオランダ語よりは英語の時代。それをお見通しの上で英語留学とは、さすがスブ先生のご見識は高い。恐れ入りました。私でも何も出んぞ。じゃ遠藤健介もおりませんが、彼も横浜ですか。もし3人ともロンドンで迷子になっちょるなら一大事。我々が迎えに参りますが。おお、来た、これを出した。なんだ。だにそれを聞いた。我々は地獄耳でございます。何がいるようじゃ。我々もエゲレスに留学させてください。バカなこと言うな。簡単に言うが、いくらかかると思ってるんだ。ロンドンまでの船賃が片道400両。滞在費が年1000両として5年間で1人6000両。山たちは5年も行っちょるんですか。どうして我々に声をかけてくれんかったんです。お前らが言って何をするんじゃ。あの3人ならちゃんと勉強もしてくるが、お前たちじゃエゲレスの女の研究をしてくるだけじゃそれなことに金が出せるか。どうしてもお許しくださらんちゅうんなら覚悟があります。お前たちも人並みのことを言うな。腹でも切るか。一人じゃ切りません。誰と一緒じゃ。殿をはじめご重役の皆さん。真っ先に切るのはスフ先生でしょうな。どうして俺が切らにゃならんのだ。上位上位と叫んじょる長州藩が藩士を外国に行かしとると幕府に分かったらお願いいたします。お前らはごっぽうもんじゃ。ゆすりの天才じゃの。村田先生、村田先生。山口はお帰りになるっちゅうてお聞きしたんで、この道のくりはきっとお会いできると思っておりました。スー先生よりこれを預かってまいりました。ロンドン行きの件ご承知願えますでしょうか。スーフ先生はお前らの優秀なことはその手紙の中によう書いてあるからと。優秀だとは一言もありません。書いてあるのは情熱的じゃが衝動的で不死だら公職金銭的に欠陥あり。ただ最終の決定はこの蔵録に任せるとあります。ではお願いいたします。何とぞ何とぞ。この通りお誓いします。異国では身を慎み金銭にも厳しく長州男児の名を挙げることを誓います。本当に衝動的ですな。まあええでしょう。物質は異質なものが混合すると化学変化を起こします。真面目な山尾君たちには君たちが混ざった方がいいでしょう。船に乗る前にこれぐらい読んでください。英和大役集鎮辞書。奥様、蔵六先生が帰ってきたで。ほんま。2年ぶりかの。何年になるんかね。あの人は鉄砲玉ですけ。数えても始まらんがね。
帰りなさいましたのんた。次おじいが後でもらえんけ甘くおねっとってくれと言ってました。じいとおじにともらんと村の衆が困りますけんの。追っていてください。ああ、これ預かり物だ。長く預かるかもしれんので乾かしてる。初めによく風に通しとかんと匂うからな。長いってどのくらい？とりあえず5年。5年？ごめんください。はい。大村先生のお宅はこちらでしょうか？あ、はい。おお、これはお姉さんではないか。先生、やっぱりおいででしたか。お殿様が萩の後ろから山口の政治堂へお釣りになったと聞きましたので、ひょっとしたらお帰りになってらっしゃるんじゃないかと思いまして。そうか、よく来てくれた。この人は昔長崎にいたシュボルトというドイツの偉い学者先生の娘さんだ。わしが宇和島で軍艦を作った時にこの人も宇和島で医学を勉強してた。さあさあ、ごめんなさい。さあさあ。先生も隅に置けんの。帰ってくるそうそう偉人の女を引っ張り込んで、なんとの偉人はどうするんじゃろう。どうじゃどうじゃ。間に合うただ間に合うただ。寒いですか？いいえ。でも閉めましょうか。覗きの好きな人がこの近くにおるもんで。宇和島で何かあったんですか？稲殿。私、今猿お方の妻にと所望されています。私にはもったいないようなご立派なお方なんですが、どうしても決心がつかず、迷いに迷って気がついたらここに来ていました。先生、先生は医学をお捨てになったんですか？どうしてそんなこと聞くんです？何か先生が遠いところへおいでになってしまったような気がして。もし先生が医学をお捨てになったのなら、私も医学を捨てます。そして私、嫁に参ります。お願いです。どうかお答えください。稲殿、私は今でも自分を医者だと思っています。宇和島での半年間、私は決して忘れません。お互い同じ医者への道を進み、勉強する。楽しかった。私は医学は捨てたわけではありません。ただ今私が治療している病気は目に見えない病気なのです。私が今度帰ってきたのは藩の指定にこれからの兵学を教えるためですが、これも緊急の手術です。今やらなければこの長州が、私のふるさとが死んでしまうんです。ジャニ
じゃりと一日中こき使われるお前は何じゃ。それが契約がどうなってるんです。なんじゃ契約って。この船に乗るとき横浜にさ乗船機その渡航目的のところに目的は海軍の勉強じゃ。お主そう通訳したんじゃろな。二つもりじゃったんじゃがせんかったがしましたよ。いや二つもりじゃったんじゃが海軍は英語でネイビーです。おおそれを間違うて師匠の一つ上の言葉を使うてしもうたんです。上ってなんじゃ。ナビゲーション。ああつまりナビゲーションと航海のことです。だが我々は海軍の勉強じゃのうて航海の勉強つまり水夫になるためになんじゃおいちゃんロンドンまでこのままだ。諦めてください。契約ですきさあだいるだ。記録によれば2人がこんな状態で横浜を出てからロンドンに着くまで4ヶ月と10日かかっている。だがこの2人がわずか1年で帰国して大きな働きをしようとは誰も想像しなかった。帝の側近にありて上位実行を阻止せんとする輩に次ぐ上位を待望する天下の声を聞け。我らは上位の志をもとに親兄弟を捨て日夜好奇心に奔走するものである。金が大事か。その首が大事か。お手出ろ。江戸出陣の血祭りにその首飛ばしてやる。遅い。草川何をしている。誰ぞ呼びに行かせ。上位をやめえ。高杉たとえ恩師でもその言葉は許せん。取り消せ。その必要ねえ。恩師今の上位はただの早い熱や。しかも悪性の脳。よう目開けて周り見てみ。今上位上位と声高に叫んじょるのは名前を売ろうとしておる人旗組かさもなくば食い詰めた画廊のような輩ばかりじゃ。かつて松陰先生は天下のことは巧妙手柄にあらずあるのはただ忠義のみとおっしゃったがもはやそのような初心の志などどこにもねえ。久坂先生学習院での会合に遅れます。お急ぎください。草川は養団中だ。今は行けん。しかし向こうでは三条中山の調教が早からお待ちになって。渡しとけ。仮に100歩譲って恩師の言う通りだとしてどねえせっちゅうんじゃ。京都は腐っちゃう。俺たちは長州へ帰るべきじゃ。帰ってどねえするんじゃ。俺たちだけで上位をやる。それは無謀じゃ。なぜじゃ。傍聴二国を燃やし尽くして捨てる気になりゃ上位はできる。少なくとも今のような集体は民でも済む。そんな暴論聞きとうもねえ。何が暴論じゃ。じゃあ聞くが恩師は何のために上位をするんじゃ。外国から国を守るためじゃ。その国とは何じゃ。長州藩じゃあるまい。まして今のような徳川家の率いる国でもあるまい。我らが守る国は
天皇が統治なされる国じゃ。ならば聞こう。天皇とは何じゃ。慈愛あふれる我らの父であり、同時に完全無欠なる我らの神でもあらせられる。恩師はそれを信じるんか。信じにゃ俺たちは何に命を懸けるんじゃ。誰も信じんでも俺は信じる。全てを信じる。天皇も攘夷も桂さんも恩師も全ての同志を信じる。全て虚妄であっても俺は信じる。福坂先生、桂先生からのご伝言です。先生、お急ぎください。俺は信じる。信じる。信じる。福坂先生、お急ぎください。お急ぎください。お急ぎください。福坂先生、お急ぎください。福坂先生。おかえりやす。高杉は吉祥殿。なんや怖いお顔して、いつもと違うお人のようです。奥下さん相手の酒っちゅうのは陰にこもってまるで弱えん。今まで学習院で草加と一緒じゃった。草加とやりおうたそうじゃの。うん。草加源随一男はすごい。さすがは松陰門下の筆頭だけのことはある。あいつの目はいつも遠く先を見据えちょる。天皇の統治する国か。わしはそんな先のことは考えちょらん。目の前のことで精一杯じゃ。例えば、いや、それは言うまい。じゃあ俺から言おう。倒幕。恩師もそれを考えちゃったのか。そのためにも長州に立てこまり力を蓄えんにはならん。それは違う。何が違う。倒幕を成功させるためには帝をこちらへお迎えせねばならん。そうすれば錦の御旗が立てられる。御旗が立てば天下は雪崩を打ってこちらにつく。そのための朝廷工作か。分かってくれ。戦っちゅうもんは型にはならんのよ。どこへ行く。まだ話は終わっちゃらん。いや、終わった。確かに草加はすげえ。桂さん、あんたもすげえ。だが二人とも俺とは違う。俺が考えちゃうのはたった一つじゃ。この国を上海のようにしとうねえ。俺たちは俺が見たあの男たちのようになりとうねえ。そのための攘夷、そのための倒幕、それからもう一つ。戦うんなら俺は美しく戦いたい。美しく戦って美しく死にたい。駆け引きはいらん。どうやら俺は行くところがのうなったようじゃ。いや、もうお帰りどすか。
とめせんのどす。松陰門下の暴れ牛と言われた男だ。止まるものか。そやけどみんな同じ長州から出てきて行き着く先は一つや言うのに、なんで別々の道を歩かなならんのどす。あてら女子には。いや、雨やわ。高杉さん、傘も持たんと。誰じゃ。高杉でございます。新作か。なんじゃ今頃。どうしてもお許しを得たいことがあり参上いたしました。待て。恩師。思うところがありまして出家いたしました。法名を東へ行く東行と定めましたゆえ、これより向こう10年間おいとまを賜りたくお届けに上がりました。草加と昼間言い争っていたそうだが、それが元か。元は全て私自身にあります。何が善で何が悪か、それすら分からなくなり、行き着く先は分かっていてもそこへ行く道が見えません。この頭空っぽになってしまいました。暇を取って何をするつもりじゃ。それすら分からなくなりました。ただ思いっきりバカをやって空っぽになった頭をもっと空っぽにすればと。新作、どうやら気が触れたようでございます。バカなやつが。やっぱここにおった。父上。
あ、五条下でおめえを見ちょるもんがおったんでの。よもやとは思うたが。お、マサも来ちょる。マサ。ようお帰りなさいましたのんた。父上、こねえな姿で度重なる不幸、お許しくださいませ。いやいや、おめえのことじゃ。もとより司祭やってのことじゃろ。事情はうちで聞こう。私はこれで。お？うちには帰りません。己の勝手からおいとまは賜ったのです。新作、これより謹慎いたします。新作、おめえの妻じゃ。せめてマサも連れてっちゃれ。の。幕府が攘夷の消直をお受けした。この10日を期して攘夷が実行されるんじゃ。では外国と戦を。海峡の備えに草川はすでに下関で陣を張ったそうじゃ。あなたもお出かけでありますか？聞こえるはずがない砲声が新作には確かに聞こえた。撃てそれは文久3年5月11日、久坂玄瑞が関門海峡を通行中のアメリカの商船ペンブロークに向けて放った攘夷の第1弾である。関門海峡は下関と門司を隔てる海峡で、瀬戸内海の西の外れにある。当時外国人の居留地があった横浜と長崎、上海を往来する外国船が必ず通る細い海峡で、その幅の最も狭いところ、壇ノ浦と田野浦の間はわずか700メートルである。中山
山忠光をいただく久坂玄瑞率いる一隊が砲撃したペンブロークは200トンの小型商船で横浜から上海へ行く途中である。砲撃で軽い損傷を受けた後、豊後水道に逃れた。23日未明、フランスの連絡艦キンシャンは長崎へ航行中、各砲台から一斉に砲撃され、浸水しながらも海峡を通過した。だが初期艦が負傷し、水夫4名が死亡。撃て！騒然とした長州軍はこの攻撃にひとたまりもなかった。フランス軍が前田に上陸した。陸戦隊は兵士70人、水夫180人で構成され、一隊は直ちに砲台を占拠すると砲を破壊して火薬庫を爆破。別の一隊は付近の寺から甲冑武器の類を奪い、民家20戸を焼き、上陸してから一時余りで撤兵した。その後2隻はなおも田野浦沖にとどまっていたが、夕方になって東方へその姿を消した。お前しかおらんのじゃ。新作頼む。お引き受けいたします。新作は下関の海鮮問屋小倉屋へ向かっていた。主人の白石正一郎は長州は言うに及ばず薩摩土佐
さらには脱藩した諸国の浪士たちの庇護者として知られていた。これは高杉様。俺と死んでくれ。下関の防衛お引き受けなさいましたな。方策はある。聞いていや、秋人は戦のことは分かりません。聞いてもらわにゃならん。いやいや、おいでになりましたのが高杉様と聞いた時に腹は決まりました。秋人は金が命。この命喜んで差し出しましょう。存分にお使いくださいまし。白石殿。旦那様、旦那様、来おりましたね。また異国の船が。心配はいりませぬ。あれはエゲレスの商船にございます。高杉様、あの通り小倉すれすれに走っちょるところを見ると、逆にこちらからの攻撃を恐れちょるのと違いますかな。見ろ、これじゃ。俺が宣告方策がある中断はこれじゃ。庄井先生がおっしゃった総毛屈機。公家も殿様も武士も頼みにはならん。草の根の人々へ掘り起こせっちゅう教えがここにある。アメリカじゃ身分の上下にかかわらず誰もが武器を持って兵士になれるとも言う。そういう軍隊をお作りになるおつもりで。そうじゃ、騎兵隊じゃ。百姓がこねなものもらえるなんて夢見てるじゃろ。そったれが何するんじゃ。俺はやるで。ふんぞり返った侍どもは皆殺しじゃ。何ちゃろうと容赦はせん。これさえあったら一昨年の雪の時だって負けりゃせんかったのにの。昔のことを言うても仕方がねえ。これからじゃってまだ間に合う。見とれや、俺は手柄ぶっ立ててやっちゃるから。ぶっ立ててどねすんじゃ。天使様のご身辺になる。打ちてえの。はよ弾よこせや。弾いつくれるんかの。のなんか聞いてくれ。これ弾も重いんかの。お、誰かなんとかしてこいや。これじゃ話もできんの。いやいや、構わん。元気があってあいつらきっと強くなるぞ。先行くぞ先。どこまで行った。最小隊員を5人1組にして5丁を置く。隊員5丁、総督の指揮系統の下で意見具申のこと。隊員の資格は農家にあっては次男三男に限ること。どうじゃ。おお、そのままそのまま。ああ、うるせえの。どうじゃ、主になりそうか。なります。いや、必ずしてみせます。この地区だけでこの3日間で60人の入隊がありました。この分ならまだまだ増えよります。岸間先生、昨日お願いした。分かっちょる。ライフルカノン砲4門、ミニエール・ゲベールの小銃20丁、ちゃんと弾もつけて持ってきちょるわ。さすがは先生じゃ。志あれば撃てば響く。まだまだお若い。なんの、まだまだお前らのおだてに乗るほど置いちゃおらんわ。高杉はどこじゃ。スープ先生から呼ばれて政治堂へ行っております。この忙しいのになんで山内。そんな嫌な顔せんで。うんと言えうんと。
せっかく作った騎兵隊を離れるのは嫌じゃろうが、隊の土台はできた。あた茜か山形に任して、お前はこの山口に来い。おい、奥番頭役っちゅうのはな、ただの飾りじゃない。殿のおそばにいるだけ生地の家老よりも発言力を持てる。まして年俸が160石も増えるんじゃぞ。いや、これは冗談だがな。桂から知らせがあったが、いよいよ薩摩が出てきたそうじゃ。やはり長州か薩摩か。帝をお迎えすることができるのはどっちか。これから血みどろの戦いになるぞ。山口に来てくれ。薩摩藩諸藩の中で最大の実力を持つこの藩は、朝廷における長州藩の勢力がこれ以上強くなることを恐れて、公家の一部、それに会津藩と組んで長州追い落としを図っていた。ほら、明かりが見える。まだおいでじゃ。毎日藩庁から通っておいでじゃが、迎えが今日は帰りとうても帰れんのじゃ。どうしてですか？犬じゃ、犬。先生は犬がこうて一人じゃ帰れんのじゃ。大砲がどうの軍隊がどうのと講義をする偉い先生が生徒に分かったら型なしじゃ。先生、お客様じゃ。お久しぶりでございます。お稲さん。ああ、これはこれは。どうぞ。さあ。さあどうぞ。そうですか。横浜へ移るんですか。はい。ヘボン先生に入門してもう一度三科学を勉強することに決めました。どうなさいました？いや、もうすぐ人間の体については私があなたに教わることになる。そんなことを考えちゃいました。嘘です。私はこれでも医者です。患者の嘘は見抜けます。先生はさっきからずっと何か他のことを考えていらっしゃる。私にはお力になれないことでしょうか。あなたはあなたのことだけ考えちゃればよろしい。蔵六はこの時親友の桂から来た手紙のことを考えていた。薩摩の動きがつかめぬ。薩摩は何をやろうとしているのかわからぬ、わからぬ。疑惑と苦渋に満ちたその文面からは桂の悲痛な叫び声が聞こえてくるようであった。村田先生、まだこんところを見るとどうやら今夜も向かいの仁助めはズボラを決め込んだようじゃ。愚僧がお送りしますわ。いやいや、私とじゃ大丈夫です。どちらまでお帰りですか？山口の政治堂です。それなら同じ道ですから私が。大丈夫ですよ先生。私犬なんか怖く。
心配ありません。どうしてそんなことが言えるんです？犬には噛んではいけないという人間の理屈は通じないんです。ではこうやって一緒に参りましょう。一人より二人の方が力は倍になります。倍なんかなりません。でもまあ一人よりは強くなるの間違いないでしょう。じゃあ話さないで。私も話しませんから。この頃京都では異変が起こっていた。文久3年8月17日根の半時、今でいう午前1時、京都守護職会津藩主松平片盛に勅命が下った。御所の9つの門を固く閉ざし、特別に許された者以外の入門を禁じた。聞け！我らはこれより旧門の警備にあたり、帝のご神金を休んじ立てまする。会津薩摩淀の参拝以外、ラップ所たりともここを通すな。そしてその許された者の中に長州藩の名はなかった。つまり長州藩とそれに味方する三条実富など7人の公家は朝廷から追放されたのである。これこそ西郷が会津と組んで放った秘策であった。何？薩摩が？開門！開門！嘆願つかまつりたきことがある。開門せれ！ご開門願いまする。ご開門願いまする。どうにもならんわ。門内には薩摩。ついに出てきたか。兵力ははっきりしませんが300。勝てる。会津と薩摩、それに新選組を加えても800か1000人足らず。我らの藩水以下じゃ。正面から堂々と押し通りましょう。よーし、そりゃいかん。バカな真似はするな。なんちゅうあれか。ことと次第によっちゃ、たとえ殿と同じ毛利の血を引くお方っちゅうても許しませんぞ。消直に逆らって戦を起こせば、今の我らは朝敵になる。たわけたことを。あれは偽の消直じゃ。その証拠はあるのか？証拠などと、今さらそのような形式論にとらわれている場合じゃねえ。この度のことが会津薩摩の陰謀にあることは明白。我らに一体何の落ち度があるっちゅうか。天下に先立って上位を敢行し、己一人の手柄を誇るな。あれとて三田尻伊藤の瀬戸内を我が岩国藩が抑えていたればこそできた技じゃ。もはや議論は無用。あくまで押し通るつもりならば、我らが岩国の旗を通してから行け。面白い。その気なら今ここで叩きつら。先生、何が朝敵じゃ。先生、何が朝敵じゃ。先生、先生。桂さん。桂さん。終わった。これじゃダメじゃ。狭い長州すら一つになれんで何ができる。すべてわしの責任じゃ。京都を預かりながら会津薩摩に先手を打たれ不意打ちを食った。この戦いは負けじゃ。草川、こらえてくれ。今は負けても次は必ず勝ってみせちゃるけん。翌18日未明、三条実富以下長州派の7人の公家を擁して長州勢は撤兵し、かくて
京都から長州藩の勢力は一掃されたのである。世に言う七境落ちである。国難を迎えた長州では騎兵隊に刺激されて全土に諸隊ができた。いずれも名もない庶民からなる諸隊である。長州が再び燃えた。男もそして女も。よいしょ、せーの、よいしょ、せーの、よいしょ、せーの、よいしょ、せーその上さらに長州の怒りを決定的にしたのは、御用改めでござる。どうした。二分郎か。宮部、杉山、広岡、佐伯の諸君が。その他に土佐の同志も含めて14人が切られた。14人。木島さんの遊撃隊が騒いでおる。すぐ三田路へ行ってくれ。わかりました。おい、必ず説得して一人たりとも京都へ行かすなよ。遊撃隊が押し出しゃ諸隊が止まらん。諸隊が一斉に京へ向かやこれは戦だ。そうなりゃ嫌顔でも殿のご出馬中。行け、頼むぞ。
牧泉、久留米の神官である。彼の唱える尊王攘夷論はその過激さで全国に多数の信奉者を持っていた。木島先生、高杉さんが。我らは京へ向かう。止めても無駄じゃ。一つだけお聞かせ願います。この度は何のための上洛ですか？不老の戸を使い、我が藩士を殺害せし会津の火を天下に鳴らし、合わせて帝に訴えて去年受けた冤罪を晴らさんがためじゃ。ならば無駄です。おやめください。今の朝廷は薩摩会津の牛耳るところ、我らの手には届きませぬ。言うな。報道の前に結果を論じるどうねなるっちゅんじゃ。新作、おめえもかかちになり下がったの。政治堂の中にぬくぬくと座り議論ばかりしておるようなやつは人間ではない、かかしじゃ。友が切られた痛みも忘れもしねえ。8月18日雨の中を泣きながら歩いた悔しさも止まるものか。どけ！切られに来たか。ちいと考えさせてくれ。ご存分にここでお待ちしております。おい、木島先生どこにおられる？牧先生とお出かけになられました。行き先は？さあ、そりゃ苔は戻らんけ、京都への進発はいずれ伝令通じて指示するっちゅうて言うとられました。待て！見慣れん顔だが貴様長州か。長州ならば即刻出てけ。逆賊の汚れた足でこの地を踏むことは許さん。返答せんか。なんだ尹州鳥取藩か。長州とは親類筋、似たようなもんだ。逆賊と言われては主君に申し訳が立たぬ。鳥取藩士川田作馬。参れ！待て！失礼つかまつったわ。行くぞ！ごめん。いや、川田藩。堪忍どせ。千の待っとりやしたけど、なんや休養や言うてお使いが見えて。あ、まあどうぞお上がりやす。
あてが叱られますさかい。さあどうぞお上がりやしておくれやす。木島のじいさんついにやった。遊撃隊と力士隊500人を率いて三田尻を出た。俺のせいじゃ。いやそれは違う。誰が言っても止めることはできなかった。草加も国中の所帯を取り回っちゃるが、この勢いは止められるもんじゃないと言いよった。それよりおいしい。はよう殿のそばに帰る。殿を外に出してはならん。これからはそれが恩師の役目じゃ。いや、俺は島津久光を切る。すべての黒幕は薩摩じゃ。奴が京にいる今を置いて他に機会はねえ。高杉、止めんでくれ。止めはせん。やるならわしの後にやれ。後？最悪の場合こういう事態になるとわしは読んじゃった。我らの親類筋にあたる鳥取藩は今有栖川宮家の警備の任に当たっちゃう。ところが宮家の裏からはそのまま御所に入れるのだ。そこでじゃ戦になり火の手が上がったら鳥取藩士になりすまし宮家を通って御所に入り帝に拝謁しそのまま一気に長州にお連れ申し上げる。鳥取藩との話はついちゃう。川田佐久間が手はずを整えちゃう。長州へ帰ります。分かってくれたか。桂さんいますか。どこです。草間じゃ。おうここじゃ。はよ来い。高杉もおるぞ。ようこんなとこで会うとはの。あれから1年か。うん、ちょうどそうなるの。木島のじいさんに一杯食わされたそうじゃの。誰から聞いた。今まで一緒じゃった。男山八幡で軍議を開き木島真紀両先生の主張通り京都進発の方針決定しました。遊撃隊のほかに増田殿600国西殿800それぞれの兵を率いて山崎口天王山佐賀の三方より京へ上り若君や小詰めとして2000の軍とともに三田尻より海路大阪へ出て京を伺います。目の前でそれを聞いちゃってなぜ止めんかったんじゃ。源瑞、俺は出陣に賛成した。何？狂ったんかおし。みんな死ぬ気だ。生きて帰れると思うちょる奴は一人もいない。俺は一人一人の顔を見ちょるうちにこいつらと一緒に死ぬ気になった。桂さん、あとは頼みます。後を頼むなら新作に頼め。新作は長州に残ってくれる。恩師に会えてよかった。俺もじゃ。皮肉なもんじゃ。一番美しい死にたいと願うちょっとやつに貧乏くじを引かしてしもうた。勘弁しろ。
桂さん、飲ませてください。いいとも。久しぶりに飲み明かすか。どこへ行く？祇園か三本木か。3人だけでここで飲みましょう。よし、酒を持ってくる。あいつらモンタと俊介、今頃ロンドンでも飲んじゃるかの。長州へはいつ帰る？明日にでも。もう会えんかの？多分な。文字通りこの日が二人の最後の別れになった。萩まで同行願います。何の罪じゃ？遊撃隊説得の任務を放棄し、天津さえ今日まで出奔したのは重々不届け。政務役スフ先生のご裁断です。お申し付け通りにいたしました。ご苦労だった。一人だけは生き延びる。上洛した長州軍と御所を固める会津薩摩両藩との間で戦端が開かれたのは元治元年7月18日である。最も激しい戦いは蛤御門で、ここへ攻めかかったのは長州軍の中で最強と言われた木島又兵衛率いる遊撃隊400人、力士隊40人の混成部隊であった。玉座の方角に向けて大砲を撃つとは何事ぞ。不敬の段、これに過ぎるものはない。お引き取り願おう。何を言うか。こりゃ戦じゃ。弾がどこへ飛ぼうが我らの命役に変わりはねえ。桂先生、突っ込みましょう。鉄砲隊。待て。やむを得ません。いずれまたの日。先生、行くぞ。
心配いりません。弾がかすっただけでごわす。先生、木島先生、先生しっかり、木島先生。やった最後やったぞ。木島先生。木島渡部殿、大きにタイマー開きました。お急ぎください。はい、お手ダムは持たんぞ。どんなことがあっても知るな。死ぬことは負けるっちゅうことじゃ。俺たちは負けることは許されんのじゃ。行け。はい。どこでやる？ここでいいじゃろう。なんじゃそん神は。わしが直しちゃいけん。すまんの。いえ！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 なぜ天皇は我々のことを聞きくださらんのじゃ。やめろ！やめろ！わずか1日で長州藩は敗れた。戦死者は227名、他に肥後、土佐、久留米など各藩の脱藩者64名を数え、この1日の戦闘で京都の焼失家屋は実に2万8000戸に及んだ。これから長州は冬の時代に入る。だが長州の悲劇は実はまだ始まったばかりであった。
誰もが想像もつかないほどの巨大な敵がこの時すぐ近くまで来ていたのである。イギリス、フランス、アメリカ、オランダ4カ国連合艦隊18隻が長州へ攻撃をかけるべく迫